Hello, 皆さん、こんにちは。Thinkers チャンネルへようこそ。Welcome back to my channel. 皆さん、いかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか？私、元気にしております。1月3日からね、寝込んでしまってグダグダで、やっとね、最近ね、回復してきて、こういったオンラインのね、作業もスムーズにできるようになってきております。で、体調はね、結構すこぶる順調で抜群です。で、最近私、やり始めてるのは、ネドジュンさんのエレベーター瞑想、呼吸法というので、右脳回帰をしたいがためにですね、毎日、勤しんでます。できる限り毎日1回はやろうかなって思っていて、なんか気づいた時にやってくださいね、みたいな、ね、ドジュンさん言うんですけども、なかなかね、やっぱり初心者なのか、作業してる時にね、そのエレベーター瞑想やろうと思ってもできないですよね。集中できなくて。静かな場所で座って自分のこう想像力をに集中をしてやるっていう感じじゃないとなかなか今はできないんですけども、ぜひともね、やって、もう右脳回帰して、もう自分の頭の中で流れてくる声が止まったよっていう人いたら、ぜひともコメントください。アドバイスください。多分ね、時間かかっちゃうのかなって思うんですけど、個人差があるというふうに言っていて、早い人だと2ヶ月ぐらいで回帰できるっていうふうに言ってて、だいたい皆さん半年ぐらいかかるかなってネドジュンさんは YouTube の配信などで言っていらっしゃいました。なのでね、ちょっと頑張ってみようかなと思いますね。徐々にね、なんか変化があったらこの番組でもシェアとかしていきたいな、あとはブログに載せていきたいなとは思っておりますので、ぜひともですね、そこら辺もなんか気になるようでしたら楽しみにしていてください。はい。で、今回も引き続き11月、去年の11月8日にジョセフ・ティテルさんが配信をしていた、出来事をサイキック表現、経済崩壊&世界が立ち上がるというタイトルの動画のご紹介をしております。で、ジョセフさんについてわからないという方は、ジョセフさんについてのリンクが概要欄にありますので、そこをちょっとポチッとなっとしていただければ、どんな方かっていうご紹介ページに飛びます。はい、それでは、今回本題に入っていく前に Thinkers チャンネルの番組の趣旨のご説明だけさせていただきます。どうぞ。Thinkers チャンネルの番組の趣旨についてご説明させていただきます。Thinkers チャンネルでは皆さんに考えていただくきっかけとなる情報を提供しております。海外からの情報だったり、日本ではあまり報道されていないことだったり、スピリチュアルなことだったりをお届けして、皆さんがそれについて情報精査を個々でしていただいたり、考えていただくきっかけになればと思っております。ですので、Thinkers チャンネルではこれが正しいんだよというように皆さんに答えというのを提示しているわけではございません。答えは提供しておりませんので、何事もご自身で疑っていただき、いい意味で疑っていただき、情報精査をご自身でしていただく。自分なりに考えて答えというのを模索していただきたいというふうに思っております。この考えるプロセスというものこそ自分軸をしっかり持つことにつながっていくことだと私は信じております。皆さんの考え、直感というのは宝物だというふうに思っております。自分の直感を磨いてお互いに成長していけたらいいなということで始めた番組になっておりますので、皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。はい、今回、ご紹介するのがその世界で起こる出来事サイキック予言ということで、世界経済の経済崩壊&世界が立ち上がるというタイトルがついているジョセフさんの、放送なんですけども、一番最初の、今回のトピックが倒れるリーダーたち。その以前からジョセフさんが予言しているものとしては、世界のリーダーがこの世を去ってしまうという予言が、結構あったりするんですね。で、何回か出てきているお話ですけれども、もう何回も出てきているので、もしよろしければ私のブログ内ワード検索っていうので、キーワード検索で、世界のリーダーっていう風に検索して、リーダーとか検索していただくと結構リーダーに関しての
予言が出てくると思うんですけれども、ただ、そのワードとしてアン32というワードを入れていただければと思います。アン32は暗闇のアンに数字で32で、32は札と呼んでください。ジョセフさんがおっしゃるには、世界のリーダー、エリート、CEO など権力のある方々がこの世を去るという予言ですけれども、私が予言してからというもの、ロの国、これは今戦やってますね。で、ビッグテックの著名人などが亡くなる方が増えています。現在のエネルギーというのはエリートが狙われるという感覚がしていますとおっしゃってました。で、ジョセフさんが続けておっしゃっていたのは、政界の方々も危なそうです。特にE○○L を支援しているそういった派閥の人たちなどはターゲットになっているかもしれません。特に2024年ですけれども、今年が終わる前から始まるかもしれませんというふうに、去年言っていたことなので、2024年にこう始まっていくのではないか。で、日本人である私から見てみると、今ね、日本のキックバックとか結構ね、汚職の件とか問題になってますよね。汚れたものがね、やっぱり浄化されて綺麗に政権が綺麗になっていけばなと思いますけれども、やはり人間のね、私欲とかもそういったものにまみれている方々が結構多いんじゃないかなって思います。そういった誘惑がね、結構ある世界だと思うんですよ。なのでなかなかね、強い志、清い志をピュアに持っている人がこう選出されるっていう奇跡がね、起こることはすごく本当に難しいと思います。奇跡、本当に奇跡を起これっていう感じで私は祈って、次の選挙に臨みたいというか、投票したいなと思ってるんですけども、ただ、このアン32についてという記事が過去に私あります。なのでこれと比べてみていただきたいんですけれども、このアン32についてという8月17日にお伝えしていた予言の内容があります。ヨセフさんのスピリットが言っていたのは、闇の組織は大きなリセットに向けて、これはグレートな再設定ですねに向けて追行すべく、邪魔になるものには容赦をしないというふうに言ってました。で、このような事態は将来増えるでしょうとおっしゃっていたんですね。で、この時はエクアドルで2件ね、アン30人が起きてしまった直後のことだったんですけども、ジョセフさんがその時おっしゃっていたのが、闇の組織が実現を計画している世界の大きなリセット、グレートな再設定のそのために世界はデジタル通貨へと移行していくでしょう。お米の国もコインを用意しています。やがては世界で共通するシステムを構築したいのです。そのためにこのような新手な手段を取るのでしょうとおっしゃっておりました。なので、その世界で共通のその通貨というのを実現するために邪魔なものは排除していくという動きがあるんじゃないかと、この時8月17日の私の回では言ってました。しっかりこのことを、行く末というのを観察していきましょうと皆さんに、お声掛けしてました。ジョセフさんがおっしゃるには、その時おっしゃってたのは、政治家だけではありません。銀行か大企業のトップなどが暗算受されてしまうかもしれないでしょうと、この時に予言していらっしゃいました。なので私たちはそういったダークなことが起こる昨今に差し掛かってますので、常にポジティブな波動でいなければなりません。物事が好転する可能性を信じましょうと皆さんを励ましていらっしゃいました。ぜひともね、この内容もっとね、他の予言もありますので、概要欄の方をチェックしてみてください。教団に倒れる人。そのジョセフさんがおっしゃってたのが、R・レーガンさんいたじゃないですか。で、あの時撃たれた時のような感じのビジョンを見たとおっしゃってました。そのサイキックビジョンですね。投資のビジョンです。で、演説中に舞台でやられる光景です。その人は倒れましたが、シークレットサービスが伏せたのかもしれません。変わったのかもしれない。だから大丈夫だったかもしれないというふうにおっしゃってました。で、アタックされる方のお名前というのは、その時にね、放送の時におっしゃってませんでしたけれども、シークレットサービスがいた、そういったような人たちがいたようなので、そこをね、ちょっと考察した方がいいんじゃないかなって思ってます。そういったね、偉い人なんじゃないかなって思うんですよね。
別の方法でのアタック。飛び道具ではないナイフのようなものでアタックされる人が出てくるとジョセフさんは予言していました。ジョセフさん曰く、これはお米の国ではなく外国です。銃社会ではないでしょう。女性政治家をアタックしていました。無償で逃げたようですが問題になるようです。それはメディアが恐怖を広める手立てに使われている可能性がありますとおっしゃっておりました。で、誤りの大きなフラグが振られる。その誤りの大きなフラグで何っていう話なんですけども、過去この 1,2 年で言っていたのがデマっていうふうに皆さんに本当かのように報道して皆さんが本当にそれが真実なんだって思わされている。ですけれどもそれは誤りだよというプロパガンダのことですね。ジョセフさんのスピリットがおっしゃっていたのが、複数の大きな誤情報の旗が大きく振られます。この誤情報は人類とその未来を大きく動かします。ジョセフさんがおっしゃっているのが、どんなことが起こるかは分かりません。しかし大きなドッカンの出来事が世界中で勃発することは予言していますね。3個から5個のドッカンだったような気がしますと、ドッカンの予言をしていたんですね。これが誤りの旗が振られるというブログが、過去の予言があります。ブログのナンバー97番目、戦の向こうにある本当の目的とはという回になっております。これが2023年10月11日に放送されたものですね。結構過去ですね。過去なんですけども、その時ジョセフさんがおっしゃっていたその誤りの旗についてなんですけども、スピリットが過去に言っていた3つの誤りを掲げた旗が大きく揺られるという予言を覚えてますでしょうか。可能性としてはこの中の東の動きが誤情報の旗の一つなのかもしれませんとおっしゃってました。E○○L のリーダーがレバノンを旧石器時代に戻してやると発言していたことを覚えてますでしょうか。それをやろうとしているとジョセフさんはこの時おっしゃっておりました。なのでその誤りの旗の一つが今の、E○○L の動きだと、それが報道されている内容だとおっしゃっておりました。で、複数のドッカンの予言も今画面に載せてますけれどもされておりました。でこの時言っていたのが2023年10月6日の配信ですね。ジョセフさんの大きなドッカンのビジョンというのがありまして、核なのかスピリットに尋ねましたが、もっと違うものらしいです。3つが同じエリアで起こります。1つの国でしょう。しかしたくさんのドッカンが起こっているようです。5個6個、おそらく化学物質のアタックのようです。いくつかの国で起こるでしょうと予言していらっしゃいました。で遠くまで影響する皮膚へのダメージ、そのジョセフさんがその時言ってたのが、遠く離れた場所にいる人々にも皮膚にダメージを与えています。ある種の疫病でしょうという予言。そしてシティで起きている。ジョセフさんがおっしゃるには、これはシティで起きているようです。ドイツ、お米の国フランス、そしてこれにより世界に影響を及ぼすことになるようです。そして経済が後退し始めますというふうにおっしゃっておりました。ホテルに関しての予言、ホテルに関しての予言も過去にあったんですけれども、ジョセフさんが11月8日に言ってたのがシカゴとニューヨークシティです。過激なグループ、中東かなんかの過激なグループが入国して潜伏しています。彼らが仕掛けてきます。この過激なグループはお米の国フランス、ドイツと UK に入ってきています。彼らが使っているホテルが摘発されます。悪いことが起こる前に捕まりますと予言をしていらっしゃいます。これが起こる前、ことが起こる前に捕まるということで安心ですけれども、一件落着とはいかないようです。複数存在するという事態が災難を招くとおっしゃってました。どういうことかというと、一つのグループが捕まるからといって活動が阻止されるわけではありません。ジョセフさん曰く、複数潜伏していますので仲間が捕まったということで彼らは怒ります。そして焦りを見せるグループも出ます。その結果、計画を一刻も早く実行しようとするでしょう。
なので1グループが捕まったらものすごい警戒をするべきです。それがきっかけで結構過激になっていくので、そっからがもう本当に大変だよという、警戒しなきゃ大変だよということを警鐘を鳴らしてました。でこのホテルに関しての予言、今画面に出ている2つのこのリンクですね、載せておきます。ジョセフさんの、10月25日の予言と 10月11日の予言ですね。はい、ちょっとじゃあ10月25日の方を見てみましょうか。10月25日の予言の方は104話目になりますので、前々回のお話の中で出てきたものですね。でここで言ってたのがホテルが崩れる予言。ジョセさんおっしゃるには、ビジョンでは複数のホテルが倒れて崩れていくという光景を見ました。これもまたニューヨークシティかもしれません。そしてカリフォルニアです。海岸線にあるホテルでしょうと予言をしていらっしゃいました。でホテルがファイヤーするというビジョン、さらにジョセフさんが見たビジョンの中には、ホテルがファイヤーしており、建物の中には複数の人が置き去りにされてしまっている恐ろしい光景があったそうです。ジョセフさん曰く、しかしこれは仕組まれたことのようです。屋上から救出される人たちがいますとおっしゃってました。でもう一つが立てこもりの事件で、これが世界のさまざまな場所で起こります。アフリカ、中東、お米の国ドイツ、ホテルの滞在は気をつけましょうとおっしゃっておりました。さっきからね、中の国とドイツ結構出てきますね。なんか危険っぽそうですよね。でもう一個が100話の話題ですね。題名が地下鉄エネルギー不足地震でもブログになっております。概要欄にね貼っておきますので、他の予言もねぜひ合わせて見ていただきたい、読んでいただきたいんですけれども、ホテルが狙われるという予言に関しては言っていたのが、ビジョンではアフリカだったと思うのですが、過激なグループがホテルを襲い人質を取るというものでした。アフリカだけではなさそうです。おそらく中の東エリアでしょう。どこかに旅行に行く際は避難や脱出経路をあらかじめ確認するなどをしておいた方が良さそうです。早朝に起こりますとジョセフさんはおっしゃっておりました。今回は以上になります。いかがだったでしょうかね。結構多分野に富んだ話題が多かったんですけども、そのね倒れるリーダーたちっていうのはね、日本ではどうなんだろうなと思いますけど、早速ねやっぱり今の首相が就任してからアン・サンジュにミスありましたし、あと凶弾に倒れる人というのはもしかしたら DT 氏かもしれないですよね。でも倒れないんじゃないかなと思うんですよね。なんかジョゼフさんがおっしゃるには DT 氏は助かるというふうに言ってたりするのであれですけども、もしかしたらジョセフさんが恐れているのはロバート・ F ・ケネディ・ジュニアさんですよねが危ないんじゃないかっていう、こう予言と言います、予言じゃなくて予測っていうのをジョセフさんは過去にしていた時もありました。この辺はね本当に誰がどうなるかっていうのは本当にアン32なのでわからないと思います。なのでそれが起きた時にそういう反対意見を持っていたから闇の勢力から消されたんだなとか、そういうことなのかもしれないですよね。はい、そういったことで、あとホテルに関しての予言で、皆さん旅行をね今楽しくしたいなって思ってること時期だと思うんですけれども、ただ火災も多いのでやっぱり避難経路とかそういうのはよくねホテル滞在のドアとかに貼ってあるじゃないですか、廊下とかにも。その避難経路っていうのは必ず把握しておいた方がいいと思います。ポジティブな波動でいるのが一番の解決方法だと思いますので、皆さんですね旅行も楽しんで
ポジティブな波動を出してお過ごしいただければと思います。今回も長い間聞いていただきましてありがとうございました。いいなって思っていただけましたらグッドボタンで高評価の方よろしくお願いいたします。でまた、このままね引き続き聞いていきたいなっていう方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。皆さんチャンネル登録していただいている方、毎回見に来ていただいている方、毎回コメントいただいている方、本当にありがとうございます。皆さんの、パワー本当にもうギュ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 こう来てますので、ハートに愛が溢れて素晴らしい方たちで本当に幸せです。ありがとうございます。それでは次回まで See you next time. Bye bye. Much love.